皆さんこんにちは。夫婦グルメ旅行チャンネルです。今回は金沢観光グルメ旅のご紹介です。この動画では金沢の主要観光スポットを2日間かけて回っただけでなく、金沢グルメもご紹介しています。ぜひ最後までご覧くださいね。スタート地点は近江町市場。近江町市場は金沢駅からタクシーで5分ほどの場所にあります。300年の歴史を持つ金沢市民の台所とも言われているそうですよ。この市場では海鮮食べ歩きとお土産を買うのにぴったりです。まずは市場入り口のお茶屋さんで試飲をさせていただきながら配る用のお土産を買っていくことに。種類がたくさんあるので見ているだけでも楽しいです。気づいたらカゴの中はいっぱい。加賀棒茶とだし茶、生姜棒茶などを買いましたよ。そして市場の奥へ進むとカニがずらりと並んでいます。食べたくなってしまいますよね。ちょうど店先で食べられるお店があったので、せっかくなのでウニと拳より大きな生牡蠣をいただきましたよ。これが美味しかった。お正月用のカニを選ぶ人も多そうでした。さて、楽しんだら次の目的地へ。歩いて10分ほどの場所に次の目的地小山神社があります。見どころは何といってもこの神門。国の重要文化財にも指定されているんですよ。和漢洋の様式が取り入れられた美しい門ですよね。神門の最上階にはめ込まれたステンドグラスは目の離せない独特な異色の優美さがあります。また避雷神はなんと現存する日本最古のものだそう。門の内側は美しくもあり、荘厳な木の彫刻が一面に彫られていました。こちらの狛犬、シュッとしていてイケメンじゃないですか。思わず目が釘付けになってしまいました。お参りした後は御朱印をいただくことに。またたくさんの種類のお守りがあったので、兄に勝ち守りをお土産に買いましたよ。加賀百万石の礎を築いた前田利家公の像と正室お松の方の像もありました。そして神門以外にも見どころはたっぷりあるんですよ。こちらの庭園は楽器の庭とも呼ばれており、古代雅楽の楽器を模した池泉回遊式庭園になっているんですよ。沢渡りによって岩和島に至り、ここの八つ橋を渡り、宝生島へ。宝生の形で分かりやすいですね。楽器の形を想像しながら庭園を歩く時間はなんだかとても贅沢な時間ですよね。最後は渡月橋へ。歩いていて気持ちのいい庭園でした。
本殿の横をさらに進むと金沢城のネズミ多門へ続いています。ここを通って次の目的地へ。この橋を渡ってすぐに玉泉院丸庭園があります。わー、綺麗。思わず息を飲む美しさです。玉泉院丸庭園は3代目加賀藩主前田利常が策定しました。ただ廃藩によって取り壊されてしまったそうですが、遺跡発掘調査をして再現されたものだそうです。庭園は高低差が22メートルもあるんですよ。なんと4段にも分かれて水が落ちていきます。美しい庭園に心が満たされたら玉泉院丸庭園を通り抜けてまた次の目的地21世紀ミュージアムへ。到着後、金沢21世紀美術館内にあるレストランフュージョン21へ。お腹が空いて美術館の外観を撮影し忘れてしまいました。とても明るくて気持ちのいい空間です。メニューを見るとランチセットがあり、私も母もパスタセットを注文しました。スープやサラダ、パン、ドリンクがつくようで、こちらのテーブルから好きなものを選べるようです。スープは金時芋のポタージュで甘くて美味しい。パスタはびっくりするくらいの量の多さ。私も母もお腹いっぱいになりました。さて、腹ごしらえをしたらアート鑑賞へ。私も母も楽しみにしていた作品があるんです。有名なのでご存知の方も多いかと思いますが、このスイミングプールです。そして私の夫もこの作品を見たいというので、東京から金沢に来て3人で見ることにしましたよ。この作品の中には5分ほどしかいることができないのですが、3人で面白いポーズで写真を撮り楽しみました。その後は3人で他のコレクション展示を見て、母は次の日予定があるのでここでお別れです。朝ホテルから荷物を自宅へ発送しており、小さなバッグだけ持ってさっそうとタクシーに乗り込む母は我が母ながらちょっとかっこよかったです。見送った後は夫が甘いものを食べたいというので、本日2回目のフュージョン21へ。夫はチョコレートケーキを注文し、私は石川県で製造されている青の雫サイダーを注文。ブルーベリーのソーダです。一休みしたら21世紀美術館の外の作品を見つつ、美術館の目の前の通りを挟んだところにある石浦神社へ。こちらは特に前もって行く予定ではなかったのですが、気になったので行ってみることにしたんです。朱色の鳥居が並び、趣のある雰囲気の神社です。そしてここでとても嬉しい出会いがありましたよ。御朱印を書いていただく間、海外の方も待たれていたので少しお話ししたんです。その方はオランダのアムステルダムから来られていて、日本旅行中様々な神社で御朱印をもらっているそう。なので御朱印帳が手元に戻ったら中を見せ合いっこしたんですよ。浅草寺から始まり、鎌倉の長谷寺など多くの神社の御朱印があり、楽しい時間でした。私も夫もその帰り道、嬉しくて少し興奮気味に。これも旅のいい思い出ですよね。この後は一度ホテルにチェックインし、着替えてディナーの予約をしているレストランへ。コメールマルイモンターニャです。このレストランは金沢市の繁華街木倉町にあります。スペインで修行したシェフが作る本格スペインバルで、石川県の食材を生かした美味しいスペイン料理をいただくことができましたよ。
別動画でたっぷりご紹介しているので、ご興味のある方はぜひご覧くださいね。デートや会食なんかにもぴったりなレストランでしたよ。そしてレストランで食事をしたら夜の金沢観光へ。金沢城兼六園四季物語秋の段という兼六園金沢城公園玉泉丸庭園で期間限定のライトアップが開催されていました。昼間の景色も美しいですが、ライトアップされた景色も美しいですよね。音楽と合わせて輝く色や光を変えていて、うっとりと見入ってしまいました。庭園の中を通って金沢城へ。昼間のように自由に散策はできず、定められたコースの散策にはなりますが、五十軒長屋や橋爪門続き櫓、辰巳櫓跡、石川門などの主要なスポットを見て回ることができましたよ。昼間の金沢城も素晴らしいですが、夜の金沢城も素晴らしいですよね。このライトアップはいつでも開催されているわけではないので、行かれたい方はホームページで確認されてみてくださいね。目の前には兼六園もライトアップされていましたが、食事後だったので最終入場に間に合いませんでした。行かれる際は時間にもお気をつけください。ちなみに夜の金沢駅も同じ青色で綺麗にライトアップされていましたよ。1日目の観光はここまで。2日目も朝から楽しみます。おはようございます。朝一で向かったのは兼六園です。朝早くから大勢の人で賑わっていますね。朝の庭園はとても気持ちがいいです。こちらの噴水は日本で最初にできた噴水と言われています。兼六園内にある大きな池からの水圧だけで約 3.5 メートルの水が上がるそうですよ。文久元年に13代藩主成安が金沢城内の二の丸に水を引くために試作させたと言われています。また噴水の水の流れを見ていくと、一枚岩で作られた橋があります。黄門橋です。黄門とは中国名で中納言のことであり、中納言の三代藩主利常公をたたえて名付けられたそう。黄門橋を渡ると見えてくるのが獅子岩です。獅子の形に見える自然石で兼六園三名石の一つだそうですよ。確かに獅子に見えなくもない。スフィンクスのポーズのように見えますが、皆さんにはどのように見えていますか？少しお庭を歩いたら兼六亭へ。兼六亭は兼六園内の噴水前にある料理屋です。店内の雰囲気はこんな感じ。事前予約が必要ですが、朝食をいただけるんですよ。噴水をはじめとした庭園を見ながら兼六園内で朝食をいただけるなんて旅のいい体験になりますよね。私たちは1週間ほど前から予約をしていました。行かれる際は早めの予約をおすすめします。さて、席に着くとリンゴと人参と甘酒のスムージーが。甘酒の風味はそこまで強くはなく、リンゴと人参の甘みがとても優しいです。朝からとてもいい気分になれますね。
また朝食メニューは2種類あります。一つは香り立つ加賀棒茶のおかゆ膳です。目の前で炊きたてのおかゆをよそっていただきました。そしてもう一つは炊きたて土鍋ご飯のちぶに膳。加賀棒茶の風味豊かな香りも素晴らしかったですが、炊きたての白米の香りも素晴らしかったですよ。おかゆ膳はおかゆに合わせたおかずがたくさんあります。そしてこちらはなんと出来たてのお豆腐です。まだ温かくてふわふわつるつるで大豆の甘みを感じる美味しいお豆腐でしたよ。おかゆはおかわりでき2人で2杯ずついただきました。こちらのじぶに膳はじぶにの他に焼き魚や卵焼きなどの白米に合うおかずがたくさん。加賀料理のじぶにもわさびをつけていただくと辛みとわさびの香りが立ち、さらに美味しいです。金沢で素泊まりする際はとってもおすすめの朝食ですよ。繰り返しになりますが、行かれる際は早めの予約をしてくださいね。予約はホームページからできます。つやつやのお米とふわふわつるつるのお豆腐と香ばしい香りがふわりと漂う加賀棒茶のおかゆはとても美味しかったです。食後にはお抹茶と羊羹もいただきました。谷焼のお椀も美しくスペシャルな体験になりましたよ。そして食後は庭園散策の再開です。こちらは根上がりの松。土を盛り上げた上に松を植え、成長後に土を除いて根をあらわにしたそうですよ。地をつかむように大小40数本もの根を張り、地上2メートルにまでせり上がる根の様はとても迫力があり、思わず足を止めてしまいました。こちらは七福神山。七福神をなぞらえた天然石が置いてあります。どの石が大黒様かなと探しながら見るのもなんとも楽しいですよ。兼六園は水間の多い庭園で、さまざまなところで池や池につながるせせらぎを楽しむことができます。落ち葉が流れていく様に風情を感じたり、幾重にも根を張る様を見て力強さを感じたりする時間はとても豊かな時間でした。お庭を堪能したら兼六園内にある清尊閣へ。こちらの建物は12代藩主の奥方御殿です。お庭以外は撮影禁止なので中は撮影していませんが、この建物自体も非常に美しいんですよ。欄間や天井、障子、ライトなど美しい装飾がなされ、また当時の美しい着物やお人形、書物も展示され、なかなか見応えがあるんです。兼六園に行かれたらぜひ清尊閣へも足を運んでみてくださいね。清尊閣の後は歩いてすぐの金沢神社へ。こちらも兼六園の中にあります。前田家の先祖とされている菅原道真、そして金運、災難よけの白蛇龍神などがご祭神として祀られている神社です。
神社の横には池があり、カモが泳いでいましたよ。ちょうど七五三のシーズンということもあり、境内の中には着物姿の子供たちが多くいました。お参りをしたら珍しいおみくじがあるので引いてみることにしました。水に浸すと、大大吉の文字が。これは嬉しい。2025年もいい年になること間違いなしと思って、夫を見ると小吉。二人で楽しいことも嬉しいことも分かち合うと思います。また御朱印もいただきましたよ。金の文字に金粉が貼られています。さすが金沢、豪華ですね。兼六園をたっぷり満喫したら、歩いて3分ほどの石川県立歴史博物館へ。石川県立歴史博物館では様々な展示があり、私たちは常設展の金沢の歴史展へ。私は歴史が好きなので絶対に行きたい場所の一つだったんです。常設展は石川県の原始から現代までの特徴的な出来事を映像やクイズなどで分かりやすく楽しく展示されていました。こちらは縄文土器ですが、時期ごとの特徴的な土器が並べられており、教科書で学んだ特徴通りの土器だったので、とても分かりやすく理解の復習をしているみたいです。これはこれで楽しめましたし、全体的に学生さんにかなりおすすめできる展示でした。個人的に胸熱だったのは、この大黒屋幸太夫の絵がこちらに展示されていたこと。この絵、歴史の資料集なんかで見ていましたが、ここに展示されていたんですね。北前船の展示も詳しかったので、大変に興味深かったですよ。展示の外にはこんな素敵な休憩スペースもあり、展示を見た後はここで少しコーヒーブレイクをしました。そしてちょうどお昼時になったので、予約をしていたお寿司屋へ。小松安家です。東のすき家橋二郎、西の小松安家とも言われている有名店です。別途動画でまとめていますので、ぜひご興味のある方はご覧くださいね。お腹いっぱいになったら午後の散策再開です。まずは和江町茶屋へ。東茶屋街、西茶屋街と並ぶ金沢三茶屋街の一つなんですよ。昔ながらの料亭や茶屋が立ち並んでいます。浅野川沿いにある美しい通りですよね。こじんまりとしていて、落ち着いてゆっくりと歩くことができます。東茶屋に比べとても静かな雰囲気だったので、落ち着いた金沢を堪能されたい方にもいいかもしれませんね。こちらは泉鏡花の化粧照葉狂言の舞台にもなった中野橋です。橋を渡るごとに一文支払ったことから一文橋とも言われていました。浅野川大橋も望むことができます。とても美しい景色です。またこの茶屋から歩いてすぐの場所に東茶屋街があるんですよ。金沢文化を代表する茶屋街ということもあり、観光客でとてもにぎわっています。和の趣を感じるスポットばかりですし、着物をレンタルされている観光客も多く、伝統的な街並みを皆楽しんでいるようでした。ここで一休みすることにしましたよ。カフェリンです。古民家を改装したカフェでとてもいい雰囲気。抹茶ラテとほうじ茶ラテに和菓子をいただきました。
お腹いっぱいだったはずなのに甘いものは食べられてしまうんですよね。不思議。さて、ここで和菓子をいただいたら帰りの新幹線の時間が近づいてきました。私たちはお土産には地元のスーパーで珍しいお野菜や調味料、食材を買って帰ることが好きなので、ここでも地元のスーパーへ。金沢の駅ビルに入るスーパーに寄りましたよ。都内で見かけない食材を発見するのは楽しいです。まずは加賀れんこんをカゴの中へ。その隣にある加賀太きゅうりもカゴへ。こちらは石川県とは関係ありませんが、明日の朝食用に山形のラフランスもカゴへ。こちらはおやつにちょうどいいサイズのさつまいも。また兄へのお土産として本数限定の日本酒前田利恵公もカゴへ。この旅ではいただかなかった金沢おでんのお出汁が売られていたので、こちらもカゴへ。おでんやラーメンなどに入れるのに良さそうな金沢名物の車麩もカゴへ。ついでに便利そうなおでん昆布もあったので、こちらもカゴへ。食べたことはないけれど石川県のチェーン店八番ラーメンもカゴの中へ。 JA 金沢のコーナーもあり、美味しそうな金沢春菊のドレッシングもカゴの中へ。こちらも JA 金沢の豆餅で夫が食べたいというのでカゴへ。また私は各地のお味噌をいただくのが好きなのでお味噌コーナーへ。迷いに迷ってやっと決めたのがこちら、大地の花です。こんな感じでお土産を購入し、自宅に帰っても旅行の続きを楽しみたいと思います。今回は金沢観光グルメのご紹介でした。この動画を少しでも楽しんでいただけると嬉しいです。今後も様々なグルメや旅行をご紹介していきますので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。